字打ってないねこれ。求めようから。どうかさ、どうかさ、始めないよ。かませぎでしょう。59分ですから大丈夫です。ご存じなかったらよろしいですか。古事記の専門家がいたので。じゃあ簡単に紹介でもしていただけますか。名前とね、簡単に。では受講生の方に少し簡単に名前と紹介お願いします。岩田さんから。僕から。はい、僕ら専門は旧ユーゴスラビアとかポーランドとかあちらの方の、比較経済システムとか今はまあ大体戦争の話ですね。全然専門は違いますけど。こちらの方は昔から好きではありましたので、のようですね。こういう順番。綾部です。はじめまして。専門はアメリカの金融に勤めていまして、先生の本とかが好きでよく読みます。よろしくお願いします。石橋浩二と言います。仕事はハローワークで職業相談をしていますけど、一方で中正正樹さんが囲んでの協会とか、内山隆さんを呼んでのセミナーとか哲学塾というのを主催しております。石橋と申します。よろしくお願いします。宇田良一と言います。臨床心理士をやってます。よろしくお願いします。柴崎です。IWJ っていうネットのニュース配信番組みたいなの手伝いを今してるんですけど、専門っていうか昔栗本慎一郎のところで学んだ経済人類学をちょっとカール・ポラニーとかマーシャル・ポラニーのことをちょっともう一回今再考してる感じです。山川と言います。山本さんの講座を聞いて、木畑俊直と言います。変化の教えの講座委員会の運営審議担当をやっております。よろしくお願いします。はい、どうぞ、山本さん。これを振るみたら俺ちゃんと吉本さんのあれが最後でいいんじゃない気安くなって今より打っちゃうもうだいぶ年取れペンがかすれてるからね。この1年ちょっと僕古事記ずっとやってまして、それできっかけは去年の2月にですね、去年じゃない今年の2月か、南相馬から防護服を着て、中に入りまして、でそこで野馬追っていう相馬野馬追のその馬を追って最後に奉納する小高神社っていうのがありまして、その小高神社のですね鳥居が崩壊したまんま放置されていると。それで社殿はしっかりと立ってるんですが、周りはもうガッタガタに崩壊してて、その神社の鳥居が崩壊したまんま1年以上近くも放置されてるっていう、この現実はおかしいぞっていうのがですね、かなり直接の原因でした。で、神をほっとけることが
あるいはほっとかざるを得ない、あるいはほっとけるということが日本で起き始めたということはちょっと大変なことが起きてるんだろうっていうちょっと直感を得まして、でその後実は奈良の大宮神社に行ってですね、それで大宮神社は今日ちょっとお話しする、ここで言うと大物主、右下にありますけど大物主をまとってる神社なんですが、伊勢神宮に行った時と全く違う異様な非常に心打ち震える雰囲気に浸りまして、あれこれは古代的な神聖とか感覚っていうのは我々のところに残ってるんだなという感覚を得ました。でその後吉本さんが亡くなられて、それでどうしたものかっていうことをちょっと考えた時にこれちょっときっかけに今までずっと懸案だった古事記、それから共同幻想論をですねきちんと見直して、それを要するに僕なりの吉本さんへの僭越ですけども手向けというような形でまとめた方が自分の身としても非常にすっきりするなという感じで、入ったところです。でこれは僕と吉本さんの対談の中でも僕の側から場所の共同幻想の可能性があるだろうということを定義し続けてきました。それに対して吉本さんはの答えは非常にこっちの言ってることがやっぱりキャッチ十分しきれていなかったみたいで、どういう答えになってくるかっていうと、幻想に階層はないというような答えの仕方をしていたと思います。でそれは僕の側からするとですね、国家的な形での共同幻想と場所の共同幻想は位相と水準が違うと。それでその共同幻想論をもっと突き詰めていくと、共同幻想論それ自体として非常に総合的なですね考察が可能になるだろうっていうのがちょっと僕の側にあって、吉本さんよりももっと徹底して共同幻想概念を使うというやり方を古事記において取ってみようということを作業を始めました。でそれはもう一つ僕の中の問題意識の中にあります場所、日本における場所論という問題を解き明かしていく上で、いわゆる国つかみという位置が場所論のヒントになってくるだろうというですね、そういう問題意識があって、でそれらをちょっと総合的に古事記の中で読み解いていく作業をやってみようということです。で日本書紀とそれから古事記との違いっていうのはもう神野氏をはじめですね非常に高度な研究次元で進んでるんですけども、正直僕が容認できるのは神野氏さん一人で、あとは資料的考察は非常に尊敬に値するんですけど、解釈した瞬間にですねめちゃくちゃなことを古事記研究者が言い始めるということはちょっと想像を超えるものがちょっと一つありました。でそれは吉本さんがこの共同幻想論で古代史研究者たちが国家の起源というものを邪馬台国次元に置いてるけれども、もっとその邪馬台国次元は新しい段階の国家であって、国家の初源というのはあるいは起源というのはですねもっと根底にあるんだというようなことを言ってることにつながってくるものでして、でそこのところをもっときちんと解き明かしたいなという形で作業を進めていった次第です。でその中で僕のはともかく国つかみを救い出せばそれで済むかと思って作業を始めたんですが、済まないということで、ここにちょっと今日ゲラが届いてばっかりなんですけど、こんなになっちゃって、膨大な国つかみ論になっちゃってですね、古事記研究、それからの要するに僕なりの古事記研究から古事記を救い出すという作業として、ここに行きました。そしてそれに対してまた古事記研究者に言うことはただ一点、吉本龍明を核も無視し続けるバカだからこういうことをするというですね、
そういうことをここでもうかなり僕は論証しきっちゃったと思います。で吉本さんを無視して回避してそして古代研究あるいは古事記研究を進めていくとどういうことになっちゃうのかってことが古事記研究者の中で非常に顕著に現れて、おりましてそれでそこのところを、神野さん自身も僕から言わせるともう一歩突き進めていくのは2つあるんですけども場所としての国つかみの概念と共同幻想の概念をきちんと持ってくれば上吉高光さんの仕事はもう一歩深まるという感じを受けます。それから大物主について、非常によく調べてるちょっと名前ちょっとすみません最近頭の中で忘れちゃってこの中に書いたんですが大物主の本を書いてる方がいらっしゃるんですけどもその方も僕の言ってる国つかみ場所概念と吉本さんの共同幻想を持ってくればですねその大物主論は古事記研究をひっくり返すぐらいのパワーを持ってるんですね。でところがそれがその問題意識がないもんですからそれ以前の段階になんか戻っていっちゃうというですねそういうもったいないことをなさっていてそれからあと僕が評価するのは溝口睦子さんの「王権二重論」っていうのがあるんですけどもこれもいわゆるアマテラス系の神とそれから雨の皆主系の神ですね。でこれが系が違うというこれは非常に優れたものなんですが違うと言っていてそれでいてこそアマテラス大神が国家神になっていることをそれで相対化できると思い込んでいるというですね。でその北方系神話が入ってきたからそれは日本の神話じゃないんだなってそんなことを実証的に言ったところでアマテラスオオカミをその構想神とする共同幻想というのは壊れるわけないんで、せっかくそこまでの非常に細かい修養的なことをやっていながらまたそれも吉本さんのを無視するからそういうことが起きてくるとかですねことごとく僕から見てると吉本共同幻想論の無視というところに帰着しているという感じはします。でそういう中で例えばですねじゃあ吉本さんがそこを踏まえているのかというと実は吉本さんも僕からしますとこれをやってみたら初めて分かったんですが暗黙に日本書紀の概念に基づいて古事記を論じてしまっているというのがちょっと分かってきましてでそれから古事記的な世界を僕はやっぱり感覚的感性的にもキャッチしたのは折口忍だと思うんですけども折口忍もですね日本書紀の暗黙の概念がスッとやっぱり入ってきちゃいます。でこれも全然決定的に全く違う神話なんですけども原標は同じだということで日本書紀イコール古事記だっていうですね世界が作り出されてしまっていてこれは上野さんを踏まえて吉本さんを踏まえて僕のこの国津カメロンで多分かなりはっきりとその違いは論理的に理想的に指摘できたんじゃないかなというふうに自負をしています。でともかく専門家じゃないもんですから神様の名前が、全部で僕が数えた限りで580ぐらいあって頭の中でも右から左がですねもうぐっちゃぐちゃになってそのたんびにこう整理したり整理してこうしながらやってるもんで記憶の中にもほとんど残んないんですけどもポイントとエッセンスだけちょっとまとめたのがこの図になります。それで例えばですね吉野さんが、こういう言い方っていうのかじゃなくて指摘しているところなんですけども要するに何を国家と呼ぶのか国家の起源とは何を意味するのかということでその魏志倭人伝に日本にですね外交的に交渉を持つためにはっきり分かっていたものは30国となっているんですよ。30国のうち大陸沿岸に近い国家について魏志はそれぞれ統治するっていうその30国と言われた時に皆さんはどういうイメージを持つかですね。どんなイメージ？30国多いか少ないかってことですか。とりあえず魏志倭人伝に30国だから対馬国とか伊予国とか松呂国とか那国とか邪馬台国とかってあんまり大きくないんじゃないかなと。あんまり大きくないじゃない。規模とか。
国の規模で、それがですね、こういう言い方になってふわっと出てくるんですけども、30国であるが我が列島の全体にあたっては104国である。このように想定される国家群は別に古代史の学者が言うように古代専制国家でもなければ原始的民主制の共同体でもない。そもそも古代や原始について専制と民主制しか形態を考えられないものはインゲルス的な類型付けは意味をなさないのだといった時に、どこかでですね、どっかで日本っていうのを設定してません？日本っていうのを設定して、その中に34国あるって考えてます、ね、県があるみたいな、ね、それからまた104国あって、だから県や藩があるみたいなっていうね、多分僕日本人このイメージから脱皮できるんだと思うんですよ。でこれが実は日本書紀が構成している神話世界です。日本書紀は完璧にこれを芦原中津国という形で完全に一元化している。でそしてその一元化された中で、そこに要するに日本書紀の論理はどうなるかっていうと、そこに権力者たちが変わってくるっていう論法になってくるんです。ところが古事記はですね、そうは言ってない。古事記は出雲の国があると言ってます。それから次に日向の国があると、そして次に大和の国があると言ってですね、これを古事記研究者たち何人かというと、断片的で脈絡がない、つながりがない、こういうふうに言っちゃうんです。で矛盾が起きるで、それは単純で、例えばサルタヒコが伊勢にの神様なのに日向で要するに神武天皇を迎えるわけですね。そうすると伊勢の神様が日向まで行くわけないとかね、そういう話になっちゃう。それでそれでイザナギがですね、黄泉の国に行った。黄泉の国は出雲のはずだ。ところがイザナギがみそぎをするのは日向なんです。とイザナギはどうしてそこに日向に行ったの、これ矛盾してるとかね、こんな言い方になっちゃうんです。でそれはもう全然関係ない話で、出雲の話は出雲の話なんです。日向の話は日向の話なんです。で大和の国の話は大和の国の話なんです。これが古事記はきちんとこれを書いてある。でこれじゃ矛盾が起きるもんですから、日本書紀はそうならないように全部脈絡がつくように権力者の交代劇だという形で全部仕上げてる。でもそれだと今までのその旧時だとか帝紀の前の、つまりまだその700年頃にそれぞれ種族たちはそれぞれの歴史知ってるわけですから、それをやっちゃうと嘘800になっちゃうんで、一書曰く第一書曰くっていう異文を全部列記して、そこで集約していくっていう作業を日本書紀はしてる。でそうすると日本書紀っていうのはこれ全然別のロジックでもって組み立てなきゃいけないんですけど、古事記はそういうことじゃなくて、ちゃんと場所ごとの神様がちゃんといましたよっていう話をきちんと組み立ててるのが、僕からすると古事記の世界ということになります。でこれがもう決定的な概念構造として違うということですね。ですからそれを吉本さん的な言い方で僕なりに言い換えると、日本書紀は国家一元的共同幻想の神話の本である。それに対して古事記は多元的場所の共同幻想の本であるという、こういうふうになります。でこれは僕多分じゃなくてほとんど正しいと思います。それを今まで誰も言ってないということがですね、それは単純で共同幻想を読んでないからそれ誰も言ってないだけのことをですね。でそういうところから見ていくとですね、一体そこでこれも冷静に皆さん考えてほしいんですけども、みんな神様なんですよ。もうヤタガラスまで神様、蛇も神様、ウサギも神様、もう何も神も全部神様で、これを八百万の神なんて言うからまたおかしくなる。でこの神様は一体何かで、一言で言うと場所の国つかみなんです。でこれがまた見えてない。ですからその場所の国つかみがですね、それぞれの姿を成していって、その国つかみをどう扱っていくかということで天皇家のポジションが全部定まっていきます。ですからこれは逆な言い方をしますとね、なんで天皇家がここまで伸びるのかっていうと、そういう国つかみたちを捨ててない、全部神話の中に入れてってあげてるんです。どんな形をとっても。それで
凄まじいのはですね、この中にあります、この数人からこの、水銀のここなんですけどね、ここでアマテラスが、もう結論的に言っちゃいますけどね、アマテラスを伊勢から追い出してるんですよ。要するに数人がその巷がですね、病と最悪、それから飢饉にあふれて人々が死んでいっちゃう。でこれどうしてなのかっていうと、神様が出てきて大忠猫を祀れっていうふうに出てきます。それで大忠猫を祀れっていうふうに出てきた時に何をしてたかっていうと、宮廷の中で、アマテラス大神と大神と、それから大和国玉っていうですね、その2つの魂神様と祀ってたんです。それが最大の問題だ。だからアマテラスを追い出せと、代わりに大物主を入れろって話なんです。これを崇神天皇が容認するんですよ。受け入れる。それでアマテラスはさまよって、これもね、追い出したとは書いてないけど、もう追い出したっていう叙述を全部してるわけです。それが近畿からずっと転々としていって、しょうがないかってんで伊勢行って、伊勢にここは私の住むところだっつって、そこに伊勢にアマテラスが祀られます。つまり「古事記」は何を書いてるか、これは日本書紀もちゃんと書いてあるんだけど、「古事記」を持って日本書紀をちゃんと見れば、古事記もきちんと追い出したってことを書いてあるんです。でだからなんで伊勢にいるの？そうすると今度古事記劇者は何やるかって言って、いや伊勢はその東国との接点でね大事だったから伊勢にその構えたんだとか、伊勢でその海産物だとか、それからもう一つはこれ面白いんですけど、錫が取れるんですけども、その錫でいろんなその鋳造をしていくわけですが、その錫が取れてたからそこで伊勢を大事にしたんだとか、こんなこと言いますけども、どう考えたってあんな伊勢の片隅にアマテラスがいるのはおかしいんです。でこれ大和から追い出された。だから今現在大和で奈良でアマテラス大神探してもほとんどいないです。でじゃあ誰がいるのかと、ここの大物主がデンといるわけですね。でどういうことかっていうと、これもちょっと結論的に言っちゃいますけども、大物主をそこに祀ったで大事なことなんですが、論理的に考えなきゃいけないことなんですけど、ここにですねちゃんと国玉っていうのがあると。これは国玉、これは折口が言ってることですけど、言葉で書けば国の玉です。場所ごとに国玉があるわけです。でそしてそれをですね、そのスメラミコとこれはですね、この国玉を全部身につけるんです。この国玉を身につけることによって、要するに私は要するにあなたたちを全部その私の配下に置いてますよっていう、その文化を称えてますよっていうことになるんですけども、これをその献上する、これが国ぶりになるんです。でこの国ぶりが要するにこれが歌になる。いまだに宮廷でやってると思いますけど、その地方地方の歌を献上して、そしてスメラミコトがそれを自らの玉としてつける。これによって要するにこれの存在が図られる。でこの仕組みのこの幻想形態をですね、どのような形でもって作り上げていくかっていうのが、実はこの、結びの神の雨のみなか主から神結び高見結びから、初代の神武天皇の言われびこですね、ここの幻想過程のこの中でこの構成が完璧に作られます。これはもう読めば読むほどですね、お見事。よくぞここまでやったなっていうぐらい。それで別な言い方をすると、もし天皇制を解体するというんだったら、僕吉村さんがその再起の式典と雪殿のですね、あれの再起の儀礼を暴いていくことだって言ったけど、これじゃ暴けない。共同幻想としてこれに代わる国つかみの側からの共同幻想が確立されない限り、天皇制は絶対解体できないということも今回よく分かりました。
でもう立派もうお見事だからこれね2000年3000年だと持つんですよ天皇制のあれが。それで今回の平成天皇がそれを今度体現して自分の身体行動としてそれやっちゃった。これはもう解体できないなっていう感じを僕は逆に意味を持っていますけども。でごめんなさい、今言った身体構造としてはどういうことですか？もう被災地に行って膝をついて、それでもう要するにそこにいたのはもう完全に国掴みです。国掴みに対して天つかみとしてあなたの国玉をちゃんと私は痛みを分かりますよっていう形で倒した。でこれが要するにスメラミコともあるんですね。でそうしますとね、ここに高間ヶ原っていうのがあるんですね。ここに天つかみがいるわけです。でそしてここが芦原中津国で、ここのですね場所っていうのはここにあるんです。それでここの場所がだからウサギだったりワニだったりこうするんです。ムカデだったりハチだったり、これ要するに虫獣になります。でこれが僕からするとこれが国つかみです。でここは国玉になります。そしてこの上にですね、この上に場所玉を作ったんですよ。これが大物主です。つまり先ほど言いました大物主はそこにいなかったんです。だけど大物主を祀れと言って大物主がそこに入ってきてアマテラスが追い出されて、天津神が追い出されて、国玉である大和大国玉と大物主がそこで祀られることによって安定します、大和は。でこれは奈良盆地はこれはもう行かれればすぐ分かりますけども、これが要するに僕からすると国玉を場所玉に仕上げたですね、この神話になります。でその時にすごいんですけども、この大物主がお姫様に美しいお姫様に見初めてですね、そして便所のクソにまみれて下から鳩をついて生まれたのがこの伊助頼姫です。でこの伊助頼姫が初代天皇の初代皇后になります。大物主のクソから生まれたこのたたら姫、鳩たたら、つまり鳩、もうそのままの名前ですね。鳩たたら伊助頼姫って言うんですけども、でその鳩っていうのはまさに上院の鳩、たたらっていうのはこれたたらで不意語でおそらく鉄だとか鈴を作ったのっていうそこの娘である伊助頼姫が初代皇后になる。これをちゃんと天皇家はですねきちんと包摂してるすごさです。包摂しといてクソだとまで言っときながらそれを切り捨てないというですね。そしてこの大物主のその話はこの数人とその数人でさらにもう一回りですねややこしい話になって、ここはいわゆる歳宮制度が出来上がってくるところのポイントになってくると思うんですけども、要するに女性がどのような位置を持ってその神を祀るかっていうですね、そこの編成のここの中で、再び出てきます。でそこでちょっともうちょっと確認をしておきますと、大物主というのはどこでじゃあ登場してくるのかっていうと、これがですね出雲の大国主のここで登場します。でここにですね大国主が
出雲を治めようとした時に海の彼方から光り輝かせて、光り輝かせてというのはその2番目ですね、その小さび少なびこっていうですね、この小さな神様が海の彼方からやってくるんです。それでお前は誰かっていうと名前名乗らないんですね。でそれをここで言いますね、クエビコと谷国ってありますけども、引き換えるとそれからかかしです。山田のかかしってここから来てるんですけど、これがですね、これはカム結びの子供の少なびこであるに違いないと言ってカム結びに尋ねます。それはこの一番左の結びの神のここの三柱の一つの神結びになります。でこれを古事記の研究者たちは、ね、だから高間川から最初にできた時の神結びのこの神様がここにいて、そこがここで大国主のところの少ない方の神様になって、そしてそこにその2番目にですね、光が輝かして現れてるその神様が出てくるんで、これ大宮の山に祀れて、これ大物主なんです。それが今度また岩レビクのところ出てきてですね、それで数字のところにして数字に出てくると、こんな矛盾した話ないじゃないか、こんなふうにやっちゃう。でそれは歴史的に還元すればそんなことはありえないわけですけども、幻想構造としてはそれを作んなきゃいけない。これが古事記の面白さ、見事さになりますね。でそうしますとね、ここの大国主のここで要するに出雲からその出雲のところに海の彼方からやってきた光り輝く神様、これが大物主で、光り輝くということは火の神様、お日様の神様だということですね。でお日様の神様ということはアマテラスが火の神ですから、火の神が大和の国に2つあるということになっちゃうから、アマテラスは追い出されていきます。でそういう構成をですね、こうなんていうんですか、この作り上げてるっていうことですね。でそうしますとね、ここどうやって理解したらいいのかっていうことなんですけど、すごく単純なことで、おそらく古代研究者たちが言ってることは、この王神、それから仁徳のここから多分史実だろうと。で数字あたりも多分史実ではないだろうかというふうに言われています。でそうするとここのところで起きてきたですね、現実が神話の世界に全部投影されていくということですね。ということはこの逆、どういうことになるかというと、これ神話は全部逆から読まなきゃいけないってことなんです。これ僕訴求的に読めってことになるんですけども、つまり神話の順番で起きたこのことは一番最初に起きてたってことです。だから逆に言うと、現実に起きてたことはこっちから逆に行くってことです。娘の神様で、要するにこれから起きることはすでに起きてた。これラカンの論理を持ってこないとこれつかめないんですけども、すでにそこに語られたことは、あるいはこれから語られてくることは前もってすでに起きてたって話です。でそういうような形でもってこれを見ていくとですね、これほとんど紐解けます。で大変な作業なんですけども、こう行ったり来たり行ったり来たりしながらこうやらなきゃいけないんですけど、それを混乱させないために僕が取った方法論は、一番最初に出雲の大国主を論じるというですね、この論法からここを基準にしてやっていくと紐が解けたっていう感じですね。そしてそれを達成するのが大物主ということになります。で大国主と大物主の2人の場所の玉、場所の神様というものを基準にして、そこに舞い降りてきた天津神の天孫系の神様たちを考察し直していくと、この人たちが何であるかということがだんだん見えてくる。こういう構図になっているんです。で吉本さんがですね、いろんなこと言ってるんですけど、ポイントは2つありまして、アマテラスとスサノオが兄弟の兄弟姉妹で、その女性が再起を
最初携わって、それから男が政治に携わると。でそういう制度になってきたということが一点と、もう一つはスサノオとそのアマテラスとの関係の中で、スサノオが犯した罪が国包のですね、規範の原点になるというこの2点ですね。そして僕からするとこの2点の間違いです。古事記読むとそうなってない。でどうなってるかというと、ものすごく大事なことです。要するにどういうことかって言いますとね、で吉間さん言っちゃうんですよ。スサノオは国つかみの祖であると。全部そういうふうに言っちゃうんですね。どこだかすみません。ともかくね、スサノオは国つかみの祖であるというふうに設定しちゃいます。ですから、芦原中国の稲の農耕社会のその元祖だっていう設定の仕方になっちゃいます。僕から言わせると違います。スサノオの神は天津神側が天津神に仕上げた神様です。そして天津神に仕上げようとして失敗して、しょうがないから高間ヶ原から追い出して出雲の建設にコネクトしてるんだってことを作り上げた存在がスサノオになります。でこれはですね、もう結論的に全部言っちゃった方がいいです。分かりやすいですね。結論的に言っちゃう。本当にちゃんと順番に紐解いてから、どんなら嘘だろう、勝手な解釈だろうってなっちゃうんであれなんですけどね、単純なんですよこれ。要するにまずね、ここに高間ヶ原ができた。言いますね。これは古事記が作った世界です。日本書紀に高間ヶ原がありません。これもぶったまげるような話だけども、ないんですそんなもの。日本書紀にはここしかないんです。芦原中国、つまり天皇家が統治するこの場所しかない。で高間ヶ原ってこれ何かっていうと、僕から言わせるとこれ高間ヶ原国です。国です。ちっぽけな海の上か島か、あるいはその出雲の中どっか近くかです、九州かですね、どっかにある本当の少数民族です。これが日本という、これ国土へですね進出してこようと、こういう話です。単純にね、それを進出しようとした時に、そこに芦原中国っていう場を設定したんです。豊明洲の芦原中国という仰々しい名前をつけてですね、でここは要するに稲穂が生える国だと、要するに稲作ですね。それを想定した。でそしてこれをやっていくときに、要するにそのなんだっけ、そのアマテラスのとこからちょっと行きますけど、アマテラスとスサノオと月読みと、実は神でもう一人産んでるんです。ヒルコっていうの。これがめちゃくちゃ面白い。ヒルコって神様が産んでます。でこのヒルコはですね、古事記では最初に産んで失敗して流されます。ところが日本書紀ではアマテラスとスサノオと月読みとヒルコの4人を産んだというふうになっています。そしてヒルコは要するに足が泣いてるんで、これ足に流したというふうになると、最初にヒルコを設定しなかった古事記と、ヒルコを1回産んだというふうに設定して流したっていうですね、この違いがその出てくるんですけども、このヒルコって一体何かっていうと、これももう諸説を踏んで、もう僕も単純にこれはヒルコが男でアマテラスが女ですね。このペア心ですね。だから日清の男と男女心と日清の
男神と女神、その2つですね。でこれをもってもうまた話が脱線したけど、水林っていう僕は大っ嫌いな東大の教授だったけど、あいつが「古事記のアマテラスは女だけど日本書紀のアマテラスは男だ」ってこんなこと言う。もうバカもいい加減にせいって感じだけど、でそれ根拠あるんですよ。だけど要するに要するに火の神は男を男神でなければならないっていうですね、でそういう設定を大前提にしてやってくるからそれをやっちゃうんですけども、単純にこちらのアマテラスはですね、アマテラスです。アマテラス、海テラス、これが伊勢の神様だ。でその伊勢の神様のアマテラスの男の火の神様がヒルコで、このアマテラスをアマテラスに切り替えなきゃいけない。ね、それでそのアマテラスを切り替えるためにどうしなきゃいけないかというと、これ高間原に置かなきゃダメなんです。こういう幻想構造です。これを要するにその正当化していく現実を日本書紀的なやり方とそれから古事記的なやり方の両サイドからですね、アマテラスのつまりこれはどういうことかというと、これ国つかみです。国つかみであったアマテラスの海テラスを天つかみの要するにアマテラスに切り替えなきゃいけないということですね。でその時にヒルコではなくてスサノオというこの出雲にいたこの神様をですね、この高間原に持ち込みます。そして高間原の中でのアマテラスとスサノオの宗教再起とそれから政治再起の要するに組み立てをやろうというふうにやったんです。でところが失敗したんですよ。で失敗してこれが受け入れになる。じゃあその失敗をしたことをお互いに交換し合おうっていう受け入れをして契約を結んで交換したことで失敗して、それが田んぼを荒らしたり、それから旗を折ってるところに馬のはだけたものを放り込んだとかっていうですね、つまり要するに農耕作業の畑を耕すことも失敗、から織物を織るという採取行動を取ることも失敗、それから馬というものをちゃんとこう牧畜的にやるというこれも失敗。つまり高間原は完璧に混乱して大失敗を犯しましたよっていう話がこのアマテラスとスサノオの話です。ね、それでこれじゃしょうがないっていうんでどうしようかっていうんでスサノオをまず追い出して、そしてみそぎをして、要するにスサノオというものをお前がこの芦原長国のここを抑えろという形でスサノオをこっちに高間原から追い出す。そして高間原でスサノオは何をしたかというと、もう有名なヤマタノオロチ。ヤマタノオロチですね。で頭が8本あって頭が尾っぽが8本もあるような蛇がいるわけないですよね。ヤマタノオロチを退治したということは国つかみたちを退治したということです。そして芦原中津国をスサノオは統括できたかというと統括できない。もう要するにこれが強烈すぎて、この国つかみたちはですね強烈すぎて統括できないんでしょうがないから根の片す国っていうここの一つの国のところにここに1個作るだけです。根の片す国。そしてここの根の片す国の中で大国主を迎え入れる。つまりどういうことかと言いますと、ここでスサノオは芦原中津国を統治することにも失敗して、たかだか国つかみたちと並ぶ一つの小さな国、これが菅宮の国ですけど、菅宮の小さな国を出雲の片隅に作ったと、これだけのことです。でこれを見事なアマテラスとスサノオとのですね相互のやり取りの組み立ての話に組み立てていると。
でここに僕は天包とか亀包の論理があるというふうには全然僕思えない。いいですね。でさらに天包ということはどういうことかというと、折口は全然それはもうそういうことではなくて、雨の中で要するに汚れをですねこう防いでる、そういう時代を天包の状態だというふうに折口は言ってますけれども、ちょっとそれは置いといて、ここで要するに高間ヶ原は統治形態の試みをやったけれども大失敗、そしてスサノオは追い出される、それからアマテラスは天の岩宿に隠れると、こういうことになります。で天の岩宿に隠れたのは何かというと、それをですね、日食でそうなったんだろうとか、当時の時の儀礼儀式がそうしてるんだとかですね、あとこれもいろんな人がいろんなことごちゃごちゃ言ってますけど、単純でアマテラスも失敗したということです。祭司側も失敗しちゃったということです。で祭司側が失敗しちゃったから、その前に神々が集まって雨のうずめだとか太玉とかいろんな神様がですね、もう一回祭儀体制を全部整え直したということです。で祭儀体制をきちんと整え直したからアマテラス出てこいということで、アマテラスが祭祀体制がきちんと整ったところにアマテラスが帰ってきたと、これが天の岩戸の話でしかありません。でその時の神様たち、これが天津神の高間ヶ原を構成する将来の官僚たちです。これはいずれ中尾氏、それから大友氏とかですね、そういう人たちになっていきます。というようなところがですね、このアマテラスのこのところです。でそして大国主はですね、そうすると稲葉の白うさぎっていうのがありますけども、稲葉の白うさぎという形で、要するに何をしたのかっていうと、その八十神たちですね、お兄さんである八十神って、それは兄なはずがないですね。これは兄と弟ってことは僕は理解するのは単純で、兄とは古い勢力で、弟というのは新しい勢力ですね。新しい勢力の大国主が小さな従属的な八十神に従属する小さなその国でしかなかった。でこれがウサギを助けた。でウサギを助けたってことはどういうことかというと、ウサギは八神姫を通じておそらく天津神側と連携を取ってた、高間ヶ原と連携を取ってた。でそこの神様を助けてあげたということで、大国主は天津神側から容認される存在になります。そして大国主はその八十神との対決の中でですね、騙されるんですけども、イノシシに騙されたり、上から火が落っこってきたりとかですね、木の間に挟まれたりとかって言うんですけど、これははっきり言って大国主が他の国津神と戦って負けたということです。だから大国主2回死んでますけども、負けて、そしてどうしようもなくて仕方なくスサノオのいる片宿に逃げ込むと、こういうことになる。で片宿に逃げ込んで、そこでスセリ姫に会います。でここに追元層の新しい形態がですね、国津神と国津神との関係で出来上がってきます。でこのスセリ姫だけど、またこれ面白いんですけど、このスセリ姫が今度は嫉妬の典型的な奥さんになってくるんですけども、これは別な僕の言い方をすると、そうやってまた国津神を貶めるというですね、天皇家の見事な言い方なんですが、ここでスセリ姫と知ってスセリ姫の助けを得て、そしてこの大国この中でですね、蜂の家に入れられる、ムカデの家に入れられたんじゃない、蛇のところ部屋に入れられて、こういうことされますけども、これどういうことかっていうと、蜂だとか蛇だとかっていう国津神の勢力と戦う、要するに戦術軍事的訓練を大国主は受けたということの意味ですね。でそして大国主はそこで、スセリ姫の祭祀的機能と、それから軍事的なムカデやハチをやっつけるというですね、スサノオから学んだ技能を持って、要するに根の片す国、これイコール黄泉の国って言われますけども、
この黄泉国からですね脱出するわけです。でここで大事なことなんですけど、スサノオは黄泉の国根の片す国から脱出できません。だけど大国主は脱出できるんです。で黄泉の国っていうのは今度一体何なのかって話になってるんですけど、これが実はイザナギとイザナミの話に戻っています。だからこれどんどん後ろに戻っていくんですけどね。そうするとこの黄泉の国、これは何か、これもすごい単純です。高間ヶ原から見て容認できない場所の国つかみの国、これが黄泉の国です。これをですね、吉本さん高い論、それから折口のも高い論なんですけども、高い論は死者の国であるという形にして、黄泉というのは死者の国だってみんなこうしちゃうんですよ。でそれは高いだからって言うんですね。ところがですね、大事なことなんですけども、イザナギとイザナミが国を生みまして、そしてイザナミがですね、カグツチという神様を生んだ時に喉をやけどして病気になって死にます。そして黄泉の国に行きます。ところがそれをイザナギは追いかけていったというんです。追いかけていって黄泉の国に行ってイザナミに話しかけてイザナミと対話をしてます。ということはイザナミは生きてるってことです。いいですね。でこれは折口が黄泉の国っていうのはこれは生類の場所であるというふうにはっきり言ってますけど、生きてるところです。誰が生きてるのか、国つかみが生きてるところです。ですからその国つかみが生きてるところの黄泉の国を、要するに天皇側から見たらば死者の国だ、我々と関係ないということをそこできちんと遮断して、そこに黄泉の平坂を設定して大きな岩をそこに置いてですね、ここではっきりと我々、要するにイザナギイザナミの天津神高間原系は国津神との共同関係は取らんぞということをそこで確定したということです。そのシンボリックな存在がこれイザナミになる。つまりどういうことかというと、これイザナミは実は国津神の神様だったということです。ですから彼女は世持つ狼という形でですね、要するに国津神側の狼だ、大いなる神様だという形で設定されます。つまり元へ戻ったということです、故郷へ。でここからヒントが出てくるとどうなるかというと、姫様は全部国津神の姫様、一人として天津神の姫様いません。で天津神の女のはなんと天照大神一人です、大見の前に。これもまたね、よくここまで徹底したなっていう感じですけど、これしかいないです。で産んだ神様は全部国津神ですから、受け入れでもって宗像三女神という女の女神を見ますけど、これも宗像の北九州の場所の国津神の女神ですからね。で誰一人女性の神様は高間原にはいない。天照大神一人しかいないということになります。で、ちょっと話ありますけど、じゃあカグツチって一体何だったのかという、これも僕から見るとすごい単純。国津神側に寝返った神様ですね。だからイザナミはやけどしちゃった、怪我をしちゃった、裏切られた。それで高間原にいられなくなったから黄泉の国へ行った。それを死んだというふうに設定しただけです。よろしいでしょうか。イザナギはイザナギはですね、これは要するに天津神系の高間原の神様として設定せざるを得ない。でもこの論理、あるいは古代建築者も言ってますけど、それは元は当然また国津神ですからね。でも僕はこれを古事記基準という言い方をしまして、古事記の基準からするとイザナギは天津神、天照大神の神も天津神、スサノオも天津神になります。そしてイザナミも天津神から国津神に下ろされた。で元は国津神が天津神に召し上げられて国津神へ戻った。これが古事記基準ですね。日本書紀はまた違うんですけどね。
でこれが要するに基本的なところになります。でそうするともうこれは古事記の研究者たちが誰も言ってるように、じゃあその前のいわゆる一人神、月天津神と言われてるですね、その最初の結びの神様、これ一体何者かっていう話になってくる。でこれが要するにその溝口睦子氏が言ってるように北方神話系の別な神様だっていうふうになるんですけど、実はこの結び神がこれが天皇家の守護神となります。そうするとこの天皇家の守護神と結び神、天皇家はここにいる。そうするとこれその間に挟んだイザナギイザナミ、それからアマテラスオオカミを控訴神にするとかですね、これ一体何なんだということになってくるわけです。でこれを解き明かしていく回路が実は今度はニニギ天孫降臨言われびこと、こういう話になってくる。よろしいですかね。でここまで言うと吉本さんの共同幻想を読んでいただくと、吉本さんのイザナミイザナギの設定、それから独画神の単身の設定、それから今言ったスサノオとアマテラスの抑え方、これ全部間違ってます。これは見えちゃったあちゃーって感じで、そうするとどういうことになってるかっていうと、その分ですね、それ三上さんも僕の電話をかけてきましたけど、共同幻想論だけじゃダメだと、経済的生産意識も考えなきゃいけないって言うんだけど、僕からするとそうじゃなくて、共同幻想論の共同幻想様式それ自体がダメだよと、共同幻想様式としてこう組み立てなきゃダメだ、こうなるんです。でそれがどうなるかっていうとですね、高間ヶ原共同幻想ですね。それからもう一つですね、天津神共同幻想。高間ヶ原共同幻想ですね。それからもうその完成体がスメラミコと共同幻想となります。そしてこちら側に国玉共同幻想と国ぶり共同幻想と、それから国つかみ共同幻想と場所共同幻想って言うんですけどね、この場所の側のもっと多様な共同幻想の構造があるってことなの。これを僕は幻想様式っていう形で今これを書いた後、今度理論的に全部整理しようと思ってます。幻想様式がこうなります。でこれは生産様式絶対入れる必要ない。幻想、つまり幻想っていうのは物質的じゃないわけですから、物質的じゃないものだけどはるかに確固とした神様としてそこにあり続けているわけで、その神様たちが織りなしてくる幻想構造のですね構成を、要するにその8世紀のその天皇家を中心とする人たちが、たとえそこで藤原不比が作家として入ってこようが、その比枝のアレイがそのうずめ系のその子孫だったとかね、そんな作者にそんなこと歓迎する必要もなく、幻想構造の様式体系全体としてこれは構成されているというふうに思います。でそれを要するに日本というのは我々のもう無意識のところまでね、我々の意識と無意識のところまで幻想構成として確立した。でそれがもう古事記の中に現れているということですね。で繰り返しますけども、というかもうちょっと先言いますと、ニニギが天孫降臨したと言ってますけども、ニニギ以前にもう神様何人も降りてるんですよ。で大国主のところに雨の若彦とかですね、全部で3人ぐらい神様が降りてます。なのになんでここでニニギの天孫降臨っていうのをここで設定しなきゃいけないか。でこれが日向神話の役割になる。でそうするとこの場所は出雲の場所じゃダメなんです。で何にもない、つまり神話であるとか過去の歴史だとかっていう誰も知らないような偏僻な田舎に行かなきゃいけない。これが日向で、これちゃんとこれは日本書紀にも書いてあります。何にもない、もう何にもない、人も誰もいない枯れ果てたところだ。そこに天孫降臨が起きる。つまり国士官がいないところです。でそこは天皇家はそこを要するに拠点として、そこから大和へ向かって当選、神武当選が行われる。こういう話になります。これは梅原さんと吉本さんの対話の中で、吉本さんがおそらく
数百年、ことによっては数千年かもしれませんみたいなことを言ったと思いますけども、そのぐらいかかってますよというのが日向から徐々に攻めていって、そして大和の国に入ると、こういう話になりますね。で天孫降臨はどういうことかというと、先ほど言った天照大神の祭祀体制が全部整って、その祭祀体制をそのままアシャラナカ国のここに下ろすということです。ここに日向の国を作ったで、この日向の国のこれは完成させるためにはこれだけじゃ足んないんで、そこで山幸彦、海幸彦っていうこの2人の話を持ってくる。でこれは後から入った話だって後から入った話だって先に入った話でもそんなことどうでもいいことで、日向神話はここで天照大神とスサノオという兄弟姉妹の関係の政治系と最終形態を兄弟関係の男の兄弟関係の山幸彦と海幸彦のこの交換関係の中で試みなければいけなかった。でしかもその時にはっきりと山幸彦側の三神家、ここが天皇家の場所で、海幸彦のこれは大和積のこれがアタ族になる、鹿児島九州のですねアタ隼人の祖先ですね。でこれを山幸彦三神家が抑えるということです。抑えることにあたって大和積という神様の助けを得て、そして海統治もできるという体制が日向で確立されたということになります。ですから日向神話はどういうことかというと、天孫家がちゃんと再起体制を整えてアシャラナガ国に入ってきたぞと。で入ってきたアシャラナガ国を今度はちゃんと三神系が海の海民族を全部抑え込んで、そしてその体制をそこで確立した、これが日向神話になる。でこのアタ隼人、これは神武の時に反乱を起こします。それからさらにもう言うまでもありませんね、このはるか先島津家が江戸幕府を倒すという形で反乱を起こします。これは場所のエネルギーとしてのアタ隼人の力で、これはですねちゃんと古事記の中でもきちんとそのアタ隼人の力というものをやってます。それを天皇家は任しますけども、天皇家が勝ちますけども、アタ隼人っていうのが常に存在している。で今儀礼的には神楽の中で天皇家のを捧げる神楽をやってるみたいですけどね。でその間にこのもう一人非常に奇妙な神様、サルタヒコという神様が登場するんです。でこのサルタヒコは伊勢から日向まですっ飛んできまして、そしてニニジを迎えるという話になります。でこの話は実は日本書紀の本文にはない。なぜか必要ないんです。で古事記ではなぜ必要かというと、サルタヒコは国津神側と天津神側が対立しないような調停役としてここに入ってきたということです。ですからサルタヒコが国津神側を説得し、同時にニニギノ側の天津神側を説得して、その間の仲買としてサルタヒコがここに入ってきた。ですからサルタヒコっていうのは必ず教会のところにいる神様です。でこの教会は何かっていうと、こちら側と向こう側を作るとってことですね。ですからサルタヒコがいるということは、教会があったからサルタヒコがそこに置いてじゃなくて、サルタヒコをそこに置くことによって向こう側とこっち側を作り上げるっていうことになります。これが邪気を入れないというですね、つまり僻邪、つまり邪気を避けるっていうこの役割になる。でこれが民族信仰の中に全部入っていって、サルタヒコが同祖人になっちゃったり、もうありとあらゆる神様がサルタヒコになっていっちゃいますけども、サルタヒコっていう神様がもうあちこちにいるという形の状態になりますが、僕から言わせますと、サルタヒコがいるってことは絶対その向こう側に国津神がいるということになります。それから天津神との共存体制がサルタヒコによって取られたところが、日本書紀においてはそんなことはもう必要ないわけで、これアシャラナガ国は全部最初から天皇家の領土だってなってますから、それをただ説得してあるいは征服していくだけですので、サルタヒコという仲会社はいらない
だから異文の中で出てくるだけになりますね。そしてここで要するになんていうんですか、天皇家は芦原中津国にやっとスサノ形態でもない、それから大国主の国つかみが統治した形態でもない自分たちの国の統治形態を九州の片田舎に作ることができた。こういうことになります。で大国主は大国主で彼は国つかみを多元統治することを成功させました。ですから大国主の統治形態は天照の側から見ると要するにサバイなすうるさい者がざわざわ騒いでる未統治の未成熟な国だというふうに見なされます。そして天孫降臨高見勝地を送って国譲りさせるわけですね。でも国譲りした時に出雲のすごいところはその代わり俺は出雲の宮をちゃんと作れと、昔あとはお前たちに全部任せるということですね。でこれ日本書紀ではもっとはっきりしてて、うつつのことは天皇家がやると、それから有限の世界は大国主がやるぞと、こういうことになります。そしてこの有限の世界は俺がやるぞというこのロジックを徹底的に深めたのが平田篤胤になって、平田篤胤の国家神道っていうのは大国主を立てて天皇家を要するにサポートするっていうこのロジックになるのが、さらにもっと極端に言い方すると天皇家を倒して大国主の側の宮を作れってそこまでいきます。でそれの間に入っているのが鴨の間淵で、鴨の間淵もこの有限とうつつのですね、世界の間を要するにやってるとこうなります。でこれも分かったんですけど、鴨の間淵とか平田篤胤という国学神道というのは大国主の位置を立てることによって場所の側を立てようとすると。でこの場所の側を立てようとするロジックなんですけども、実はこの場所の側のこの国つかみのロジックをちゃんと踏まえていませんので、これが郷土主義、強盗主義、合死主義となってウルトラナショナリズムに連結している、こういうことになっている。でこれも僕もよく分かります。でこれがですね岩出彦のここで完成するわけですね。でこの岩出彦のですねこの大和これも冷静にこれ考えてほしいんですけども、みんなですね大和にそのが中心でそこに天皇家があったなって言うんですけど、そうじゃない。どっかの馬の骨とも知らない田舎者の残忍な田舎者がですね、この国は大事だなという山の中から攻め込んで入り込んできたんですよ。でそこに河内王朝であるとか、それから大物主のだとかですね、それからさらにここにも別な神様が天津神から天孫降臨しています。それが逃げ早きです。もうちゃんと天津神のここから降りてきてるんですよね。山の上に最初にこう山とかここにもう逃げ早きがちゃんといます。これ天津神です。それでこの逃げ早きの天津神はですね、日本書紀ではちゃんと神武が当選するときに塩土というこれも国つかみの神様が登場してきて、大和の国には逃げ早きという神様がいると。でそこは素晴らしい国だと。だからお前そっちへ行けっていうことで神武はそっちへ当選で行くわけですね。そして大和に入ってきたときに逃げ早きがこれが長曽根彦と提携してこの大和国を河内の国を全部抑えてます。これ河内王朝の象徴形態ですけど抑えてるわけです。そこで神武は敗北します。敗北して入れなくて南へ回って紀伊の熊野から山を越えて中へ入ってくると、こういうことになる。でそうしますとここのですね逃げ早き、これが神武と対面して、そして神武の側をお前の側が本当の神様だと。で神武もお前は天津神の神様だって知ってるけれどもお前は俺の方に来いということになって、長曽根彦から国玉と化していた逃げ早きの魂が岩出彦に移ったことによって長曽根彦は敗北して岩出彦神武天皇が大和の中に入ります。これは橿原宮である。でその過程の中での今度国津神はどうなるかというとですね、全部我々は国津神だと言って名乗って岩出彦が認めてあげて服従する、
これが全部国津神の神様になります。でその他の神様は全部土雲かあるいは八十神という形でですね名前を付けられません。ところが国津神の側は言われびこのここから国津神は名前を付けられて天孫系と共存する国津神の神様という形で転化します。これがスメラミコと幻想でスメラミコと幻想っていうのはですから天津神幻想と高間原幻想の合体したものです。そしてその中で国津神の位置だとか天津神の位置がですねこう編成されていくとこういうことが起きるんですね。でそうしますとですねどういうことになってくるかっていうとこの共同幻想論の最初の方のその柳田国男の「遠野物語」で書いていたですねこの近世論であるとかそれから付き人論とかですね不劇論巫女論、一番大きな問題はこの不劇の対元素がない状態から巫女論という形で対元素が出来上がってでそれが要するに高いという共同世界をキャッチすることによって、そして再子形態再義形態が確立してそれが共同幻想の形成に行くよってこういうふうになるわけですけどここの前半の「遠野物語」のこの話のところがですねこの神様と姫との全部婚姻形態対元素の婚姻形態として全部出てきます。で吉本さんが対元素論のところで僕の言い方だとこれは面倒くさいんで結論的な言い方しますけどとちっちゃったのは対元素論を要するにフロイト的な理論とそれから夏目漱石の近代概念これを持ってきちゃったことです。ところが対元素っていうのは吉本さんが言ってるように対的元素とそれから対元素は違うということを書いて吉本さん言ってます。この対的元素これが天津神と国津神の婚姻形態なんです。でこの婚姻形態がそれがですね要するに姫そしてもう一つ公民なんですけどもこの公民がですね変わってきます。でその公民の形態の変化とそれから婚姻形態の変化つまり対的な元素が対元素という形で構成されてくるプロセスがこのイザナミイザナギから言われびくのこの間でずっと底辺である。でこれが僕から言わせるとこれが対元素論の本質の位置になります。でそれはちゃんと指摘し得たと思うんですけどねという構造になってます。ですからちょっとそこをもうちょっと言いますとねイザナミで公民をする神読みをするってこれは領土拡張ですね。でそして大国主が要するにスサノオが何ですか子供を産んでいってそれから6代目かな8代目か大国主なんですけどそれは別に6代目か8代目じゃなくてもしそうだとするとスセリ姫っていうのはスサノオの娘ですからスサノオの娘から8代後の大国主と結婚するのはおかしいだろうまたこんな話になっちゃうんだけどそういうことじゃなくてスサノオが獲得した領土は公民になります。それから大国主が産んだっていう領土これも子供を産んだのこれも領土になります。でこの子産みがですね子供だっていう関係に入ってくるのがやっと山幸彦海幸彦で言われびこの中ではこれが実際の子供と領土拡大としての子供子産みとですね両は混在していきます。そして天皇記の中に入ってきますとほとんど直系的な子産みのような偽装を持ちますけどもそれは他の領土の子供を要するに征服したということですね。ですから子産みのほとんどの意味はこれは領土征服です。でこの領土征服の対的元素のこの構造の中でここの
ごめんなさい、この花咲姫、ニニギの下のこの花咲姫ですね。これが火を放って、そして子供を産みますね。でこれが要するに国津神に対して天津神に対して国津神の側が私の言ってることは真実だということを表現する仕方ですね。それから豊玉姫は山幸彦なんですけども、これは豊玉姫が国津神の側から海の方へ陸の方に来て海岸で子を産みます。でそれを山幸彦が見るとワニがのたうってるっていうんで驚いてワニなんですけど、それで豊玉姫が帰っちゃうんですが、そこに乳母や吹き合図っていうのが生まれて、でその子供が言われるようになるということですね。ですから子産みの形態の変化がここでまた追幻想的なものの構成とのロジックとしてきちんとここで構成されている。こうなります。そしてこれも繰り返しますけど、自己幻想などというものは存在してません。ですからこれを古事記研究者もですね、スサノオは悩み苦しむ人間的な姿であるとか、この花咲夜姫のですね女としての覚悟ぶりが素晴らしいとかですね、みんな近代人間化したんですけども、そんな存在はここには一切存在しています。ですからここは完全に対幻想と共同幻想様式のダイナミックな構造としてこの世界が描かれている、こういうことになります。かなり大枠でもって僕は話をしてましたけど、細かいこと全部指摘できますけどね、基本的にはそういうことです。大変なことでしょ。古事記解釈をねひっくり返したぞ俺はっていう、しかもちゃんと古事記に基づいて、でしかも古事記にちゃんと書いてある。でそれの論理構成がきちっとできてるっていうのは分かるんだけど、それができていると、そのさっきそこでずっと後までつながってるとか言うでしょ。でそれができてるとそれが一つの、なんていうのかな、強さになってつながっていくっていうこと。ということじゃなくて、もっと本質的にはですね、日本の心的構造としては天津神と国津神の共存構造、これを作るということが日本人の心的な基本の基本であるということです。でこの天津神が天皇であるかどうかは別の問題だと。天皇家はそこを上手に使ったってだけなんですよ。だからこの歴史の中でどうなるかというと、ふさわしくない天皇は殺してるでしょ。で西郷隆盛も天皇なんか殺しまいって言ったのダメだったの。つまり関係ないんですよ。天津神がいて国津神がいて、で西国家が間違ったことは天津神が天皇家を否定するとともに天津神も否定しちゃった。これが僕西国家の完全な誤りだと思う。それでだから国津神と天津神の場所ごとの共存形態をちゃんと多様に作っていくこと、これが未来設計の基本になるっていうのは僕の考え。その詳しいことって本質論に入る前に、猿田彦があれ溺れて死んじゃいますよね、あれはどういうことなんですか。障害が消えちゃう。いや別な言い方しますと、僕の理解の仕方では要するに用なしになったという、つまり共存鑑定をもう取る必要がない。だから言われる子のように従うかったら受け入れる、従わないと言ったら撃ち殺すという体制がもう入ってきちゃって、猿田彦のような媒介を必要としなくなる。だけど猿田彦の存在は今言った天津神と国津神のそこの境界にいる神様ですから、民主の側としては捨てがたいんで、もうあちこちの民間信仰の中に残っていったというふうになります。神話体系では消えても民衆の中でも残っても一番根強くなる。でこれは飯田道夫さんの猿田彦法というのは優れた考察で、だからもう矛を立てるとこの矛の上に全部置いてくるってやるんですよね。例えば今の東京で今の話ってどういうふうに我々は意識してないんだけれどもあるわけ。僕は大企業に対して説得してるのはお前ら天津神になると、そして国津神としてきちんと場所を育成しろと、なのにお前ら天津神っての役割を忘れて、要するに商品世界で場所をぶち壊すようなことをやってる、ね、それはもう企業として間違ってるっていうのを僕ははっきり言ってる。
これ非常に魅力的な解釈でね、これで一つ僕が謎が解けたのはね、この古代国家を作ったその8世紀7世紀8世紀の人の方がね、明治維新をやった人たちよりはね優れてたところがあるんですよ。それはね、北海道神宮、北海道ね、あそこではねアイヌの神々祀られてないんで、位置づけてないんですよ。ね、このもしねちゃんとこの古事記今のような論理をきちんと持ってればね、北海道神宮じゃなくてね、せめてね出雲大社系の北海道大社にしたはずなんですよ。それはできなかった。だからもしあの時代のこの6世紀8世紀9世紀の日本人が19世紀に生まれていたならば、北海道やなんかの神社の体系もね違ったものにしたはずだしね、それから満州でとか朝鮮でなんとか神宮の作んなかったですね。ちゃんとこうきちんと入れたもの。折口信が天照を要するにその出張させてね、その植民地に持っていくのは大きな誤りだった。天照の役割はそういう役割じゃないっていうことを折口が言ってますね。そうですね。僕は北海道に5年いたけどね、本当に不思議だった。なぜねここまで来てね出雲大社に系の発想じゃなくてね、明治神宮系にしちゃったのか。でも植民地に連れてくのはなんでダメなの？そこで天津神とそこの、国つかみの国そうじゃなくて天照の役割っていうのはね、ちゃんと国つかみに対して光を与えながら、そこをちゃんとねその場所でカバーしてることなんだよ。だからその代理人でしかないんだから、その代理人が高祖だね、さらに国家神だって形でその先頭に立って進出していくなんてことはね、もう大いなる場所。じゃあそれが間違いなら、じゃあそこの植民地をどういうふうに天津神と国つかみ、だから大国主みたいな形でね、出雲大社みたいなものを、こうアイヌの神様をね、こう大大和の神様の中で位置づけて新しい国つかみとして設定すればよかった。そうしてないんだから、みんなこちらのものを持ってっただけなんですよ。でも逆に言うとしますとね、合祀体制を取ったように、この国つかみたちをほっといたらば、俺たち天皇系に依拠した俺たちの身が危ないということで、これを徹底的に潰していったね、明治政府の逆の凄さですね。それはそうですね。だけど賢明ではない。賢明じゃないですね。もう大いなる間違いですね。僕からすると。ヨーロッパ系なんだ、発想が。それで間違った。それで近代化の路線も間違えた。でそれが面白いんですけどね、この真田彦はね、北に行くと、他もそうなんですけどね、全部神社の外にいるんですよ。だから神社の境内のこう石碑が立ってる外にいて、排除もできない、抹殺もできなければ中に入れることもできないんで、この境界にいるというね、この面白さ。でこれ残ってるんですよ、この真田彦は。もう下なんか行くとね、もうあっちこっちに真田彦がある。でも全部神社の外。よろしいですかね。はい。今日の議論は非常に多岐にわたるというと言い過ぎなんですけれども、ある一定の領域によって非常に深い内容なので、全体的に追えない部分があるというので、一応私として関心する領域ということで5つに分けてですね、それで一つに焦点を絞る形で、それで質問したいんですね。で、私のテーマとして言えば、一つは解釈論という、2番目が方法論で、3番目が追現相論、4番目が自己現相論、5番目が日本左翼論という形で大きく分けて、そこから下がっていくと、差し当たって一番最初の解釈論から2番目の方法論というところでお聞きしたいと。で、解釈論というのはより具体的に言うと、共同幻想論の吉本の共同幻想論の理論的な特徴に関する
それを説明しているという意味で解釈論で、そこでの議論を、方法論でいくわけですけど、一応こう言います。山本さんは吉本の共同幻想論についての一定の解釈を示した上で、それをいわばある一定の吉本さんよりももっと徹底させて共同幻想概念を使う。でそれを批判するということなんですけど、その場合に古事記の解釈を通して吉本さんの共同幻想論の古事記解釈を批判するというようにいくわけですよね。でそうすると神話を読むその方法論ということが問題になってくるんですが、その前にっていう前って言い方がおかしいな。なぜ古事記の解釈論にその焦点を当てたのかということをその理由を説明していただきたい。一つはもう単純に吉本さんの共同幻想論が半分古事記論だってこと。それで古事記よりも古い文献がないということ。で古事記というものがおそらく折口が言ってるように日本人の原型的なその神聖の表現形態だろうという仮説前提。でそれはね、今度逆にね、中世やってる山本博子さんとか小松和彦とかね、それから斎藤秀樹なんかみんなそうなんだけど、中世のめちゃくちゃな神様の状態見てるとよくわかるよ。日蓮なんて天照大神なんていうのはなんか小国のさ、たぶらかし者の嘘を要するに騙した神様だからねというような形になってくるのを見ると、今度逆にもっと日本人の神的な原型という形で古事記があるっていうのはよくわかる。今の理由付けに関して3つですよね。一つは吉本の共同幻想論の取り扱っているテキストが古事記であって、それが大部分、半分と言いますけど大部分を占めていると。で、補足すれば遠野物語ですね。2冊ですよね。古事記と遠野物語を取り扱う。もう一つは古事記よりも古い文献が存在しない。3番目は古事記というのは日本人の神聖の固形させられて、母系と言ってもいいでしょうかね。一応表しているから、一応3つ言われたわけですよね。でこれは吉本さんのその共同幻想論の方法論的な立場というものと一応継承してるわけですよね。ですよね。ですよね。その上で吉本さんの共同幻想論のいわば不備な点ないしは問題点というものを回収しつつより徹底化するという、そういうことですよね。もうこれ生きていたらこの話したら吉本さん喜んだと思うのね。俺の幻想がここまでやってくれたかっていう。でそうするとですね、ここからいくつかの議論へ入っていくんですけどね、一応2つの方向でいくんですけど、2つの方向行って1つの方向でいくんですが、まず最初日本人のいわば神聖の固形という、母系という場合にその母系というのをいわばどう捉えるかという問題1つ。2番目は方法論上の神話を読む方法論ということですけど、その問題が、具体的に言えば古事記に対する解釈を行う場合の方法に関することなんですけど、この場合古事記を解釈する場合のそのいわば方法といいますか、最初はここでは即興的に読むって言われて、羅漢のその方法を出しながら、これから語られることは前もって受けていたという、そういうふうに形容して即興的に読むという方論を出したわけですけど、それは方法論として、プロイト羅漢の形容で作られている方法論を継承してるわけですので、その点は問題ないと思うんですが、そういう即興的に読むっていう方を使った場合に、こう読むっていうその読み方の妥当性っていうのをどこで保証すればいいでしょうかっていう、そういった問題なんです。単純にテキスト解釈よ。もうテキストが全然離れてない。だから吉本さんも俺は一歩も踏み外してないって書いてあるけども、もう古事記から踏み外さない。
その原票をひたすら探っていくと、そうすると原票として成立させた言説の層がある。その層を見つけるってことで、それが国つかみの存在なの。でそれは別な言い方するとその解釈なんですけども、解釈というのはテキストを聖なるものとして祭り上げるからね。それは古事研究者がやってたね。それに対してちゃんと批評という聖なるものを解体するという作業も同時にやらなきゃいけない。これが矛盾しない形態でもって古事記を読み解くっていうやり方を今回僕は取った。そうじゃあもう一つ、それで私は非常にその意識的に妥当性という言葉を使ったんですけど、今の応答を受けてもう少し丁寧に変えようと思うんですね。妥当性という言い方っていうのはその解釈の方向からいくといわば一種の実証といいますかね、ある解釈がそれを実証するという方向に流れていく、そういう方向行きの両方法なので、あえて使ってみたんですけれども、一旦そういうその実証に行くっていうそういうのをせき止めるっていうことで元に戻してですね、でそうするとある解釈に対して別の解釈を提示するっていうことなんだけども、その別の解釈、これはある解釈っていうのは吉本さんの共同幻想論における古事記解釈に対して山本さんのその今回の講義における古事記解釈、この差っていうものをどういう関係して捉えてるかっていうことをもう少しお聞きしたいんです。吉本さんは非常にね、その幻想論だと言いながら農耕社会であるとか士族社会とかね、そういうふうに還元しちゃってるんだよ。そうではなくて、そこはちゃんと幻想論自体して止めることができる。だから幻想論としてこの古事記をきちんと読むということです。だからそこは僕は吉本さんは自分の定義を徹底しきれてないっていうふうな言い方になる。だから僕はもっと吉本さんを徹底するよ。そうすると全部見えるよ。大事なところに来ると農耕社会とかってパッとずれるよ。そうですね。ずれちゃう。共同体とかね、出てくるんですね。ひどいのは社会という部分もずれちゃう。今のところに関連して、共同幻想論の中では、天包と国包っていう概念で出てくるじゃないですか。それで吉本さんの国包っていうのは、農耕社会以前の、共同性の、法的なもので、天包は農耕社会の法的なっていう、そういう二重性で出てくるじゃないですか。それで、山本さんがここで言う天津神と国津神っていうのは、そのさっきのその罪ということとねのその重なりっていうとどんなこと別な言い方をしますと、つまり法的規範的なことをこう基準に設定しようとしてるでしょ。そうですよね。でその法的なものはないっていうことです、僕からすると。だから神様の所感形と幻想形態があるだけで、そこに法的なものはここにまで入ってないですよ。だって、畑をただガシャガシャってやるだけでしょ。でそこに馬の逆はぎでね、そんなものを投げたって、それは法律でも何でもないです。ただそういうその頃タブーとみなされてた近畿的な行動形態をとってその混乱を示したっていうだけでね。だから天包と国包っていう概念は僕はあんまり有効だと思えないんですよ。ちらっと古事記でも言ってますけどね。だからものすごく大事なんですけどね、先ほどその金田たちが言ったその正当性実証性っていうのを古代研究者って全部歴史の中で考えしていくんですよ。歴史とそれから作者ね。ところが古事記は神話であって歴史じゃないんだよ。だけど歴史を無視した神話であればそれは高等無形なものとして存在しないわけです。だからいろんな義書があるじゃないですか。いろんな義書は存在力を持ちなかったのはあまりにも歴史的な関係との対応をずらしたんですよ。で例えばこの逃げ早日で逃げ早を祖先として戦時給食期のあれですよね、物部氏の。だからそれは当選じゃないですよ、聖戦なんですよ。だから北から西へ。でもそれはねやっぱり嘘になっちゃうんですよ。で
それからその天皇家としてもそこにいる文化を持ってた豪族たちがいたわけじゃないですか。そこに対して嘘800書いたらね、これは天皇家も存立できない、それはねもうギリギリのところで上手にそこの調整を図りながら、お前たちもちゃんと乗っけてあげるぞみたいなところでやりながら本当に見事な対決を作ったんですよ。だから決死な8代なんて言われるけど、あれ決死8代じゃないですよ。もうでも豪族たちの諸関係全部書いてある。でもなんでそれがじゃあ今の神聖の原型になるわけ？なんかそういうふうな形で論理なだけで組み立ててやるならば論理じゃなくて、わかんないけだからどさ、心に届くような、要するに組み立てをしていく、そういういろんな諸要素があったのよ。それを上手にこう組み上げたってことだよ。でそれでその時のね、豪族とかなんかの中で天皇の位置っていうのは組み立てられたっていうのは、それでだから説得力があったんでしょっていうのは分かるけれど、それがそうであるならばね、ずっといつまでもさ続くわけじゃないでしょ。つまりだってその豪族じゃなくて関係そのものは変わってくるわけだから。だから解釈がどんどん変わっていくんですよ。だから天照さんと大嘘つきになるし、それからそうすると何が残って強さとして残る？だから古事記的神聖はそれにもかかるんですよ。だから古事記的先生と神の関係とかなんかとどこがどう違うわけ？例えばあなたは神様なんですよ。いや山神という神様なんですよ。っていうふうにして、私たちと共存してるんですよって言われた時の気持ちの良さがずっといっちゃう。本当に神様って言われてごらん天皇から。今平成天皇がここに来て、山川さんは神様だよって言われて言ってるの。本当そうなっちゃう。これは日本人の神聖です。嘘だと思ってたってそれは感激しちゃうんだよ。だから本当とか嘘を超えた次元で動いてる。だって山田の王子なんているわけ、みんな知ってるような、天に神様なんかいらないってこと知ってるよ。だけどそれを気持ちとしてやるわけで、我々はもう日常的に神社に行ったら黙って手を合わせるじゃない。で何かしてくれなんて思ってないけども素直に合わせるじゃない。でそれはそこでこの神様はインチキだって言わないじゃない。この気持ちはね残ってますよ我々に。だから福島行ってね、平成天皇がなんかこうひざまずいてっていうのが非常に重要だと思うわけね。で重要ってだってあれみんな喜んだなんかをさ、それは看護となんかに比べたら全然雲泥の差です。あれはだから天皇家やってる人たちはもう天皇があんなことしてどうするんだって怒ったんだからね。ひざまずいちゃって天皇家だから威張ってなきゃいけないんでさ言っちゃったんだ。これ僕の古代的神聖を差し上げます。ああこの311の直盛り作ったんですよ。ほら奄美の大御宝でね、ここでどうなるかっていうとこの国玉がこれが大御宝って切り替えられるんですよ。大御宝とかね。でこれが要するにアシャラナ国の民衆なんです。そしてこちらが要するにこのヘビウサギって分離されちゃう。でこの大御宝という形で受け止めたスメラミコト幻想から捉えられた国民がアシャラナ国を育てていく。それが稲を中心とした世界で、これは坪井陽文さんのロジックです。でもこれは否定されてない。残りすぎて。だから今僕はこの残ってるここをちゃんともう一度場所の人たちがね、神様の名前だって、勝手につけたって言ってもそんなに勝手じゃなくて結構理屈があるんだけど、今場所ごとにちゃんと神様をもう一度取り戻して、そして天津神との共存形態を図るべきだ。でもし神様が見つかったら帽子の中でもう神社の時ぐっちゃぐちゃになっちゃってるんですよ。だからそれをちゃんといいからなんと神様を見つけてね、その神様をちゃんと祀って天津神との共存で、じゃあこれからどうするかってことをきちんと場所を大事にしてやっていきましょうってことをしなきゃいけない。いうことを言ってるわけ。ちょっと素朴な疑問なんですけど、天津神ってのはやっぱ必要なんですかってことですか。神的な阻害として
必要なんだと思いますこれ日本の携帯で。それ日本では日本ではああそれは要するに別に国家でも天皇制度もないない全然違う。だから天津神を最も巧妙に上手に活用したのは天皇家だっていう。あ今の話に関連して、国つかみだけじゃダメなんですよ。そうですね。それは左翼ですね。最悪ね。結局吉本さんやっぱその国家の次の共同幻想みたいな話が意識としてあると思うんですけど、その辺ってその天津神の話とその例えばその天皇制がどうなるのかっていうのを含めて天津神との関連でいうと。いやそこのところは吉本さんの場合国つかみがですね生の神様みたいな生の神論みたいになっちゃうんですよ。生の神、セックスの。あだからそうじゃなくて僕は国つかみのちゃんとこの国つかみ国玉それから場所の神っていうね、で場所の神ってのはこれ場所玉って僕が勝手に作ってる概念ですけど、場所玉っていう形で作り出されてくる神の存在を考えないとそれだけど大物主の中にちゃんと出てるしいまだに再始形態で出てますよ。でそれ先頭歩くのはやっぱりされた人だから僕はこれすごい大事だと思ってる大物主で神社あれですかね、真ん中が大物主でそれから少ない人と大国主ですからね。で神社ないですから山がもう神社ですからでこれ蛇の神様になっちゃう。その天皇制がなかった時の共同幻想ってのはそれも天津それはじゃない大国主的な世界ある種だから要するに混乱状態なんだ。南東論とか私秋田なんですけど東北とかアイヌとか、まあ、いわゆるアフリカ的段階みたいな話にもつながると思うんですけど、吉本さんなんか国家が作れないことっていう話をされると思うんですけど、それはある意味国包み的な神聖ってことになるんですか。国包み的っていうか天包みっていうのはそこで国つかみ的な心のあり方。要するにその天津神結局そのなんていうんでしょう山本さんは天津神っていうのは日本にとって大事だってことをおっしゃられましたけど、いわゆるその私なんか古事記ってあんまりピンとこないっていうかよくわからないあんまり入ってこない感じがして遠くだっていうのもあると思うんですけど、そのある種その吉本さんの中でいれば南東論とかそれと東北とかああいう端っこの人たちとかも例えばアイヌとかっていうそういう人たちの中にあった共同幻想っていうのとその天津神っていうのはどういう関わりなんですか。いや僕そこわかんないですけどね、古事記の上限が伊勢から先行ってないんですよね。伊勢じゃないだからあそこの名古屋ね。で味付け高彦根っていうのを蹴っ飛ばしたのがだから尾張市なんですよ。そこで止まっちゃってる。東には来てない。東に来てない。それでねだけどね不動機はね日立まで行ってるんですよ。でそこへ行くとね今度は大和武尊になってくる。だからそこの東国のところは僕は今度全然論理が今度別な論理になってくる。平将門からなんですよ。それが僕は今度は武士正論なんです。でこれは今度は東国論なんです。東国。すごい東北とかって入ってきます。わかんない。なんかだからその入らないかもしれないし。そうですね。その私はなんとなくその国包み的なものでいいみたいな感じが思っちゃってて、だからその国家を作れないっていうことの大事さみたいなのが結構あるんじゃないかと。だからね逆に言うと僕恵美氏なりが国つかみじゃない天津神的なものを作ってたら抵抗できたと思う。なかったからやられた。負けちゃったと結局。だって天皇家なんて何もしないんだよ。やらしてねそこでやってっちゃうんだ。すごいよこういう人たち。でも負けちゃうわけでしょ国つかみだけじゃあるさ。だから呪術的再始形態で天津神を設定したことが彼らが勝利した最大の原因だと思うんですよ。
でそれはなぜかっていうと人々の心に届いた、届かなかったらなのにバカだって季節じゃないですか。山本さんだからあれでしょそういいですかあその中世っていうか南北朝の時にね北畠なんかは金家なんていうのは欧州の方からねあそこで動員して都まで攻め上るんですから、なぜそういうね説得力がねここであるかですよね。それからこの人王小陶器だってね関東で書くんですからね、やっぱり人々が不思議に思わないんですよね。なんか戦争やってる男がね一生懸命ねお城の中でね人王小陶器書いて、なんかやっぱりそういう雰囲気っていうか神聖っていうのはもう相当これなんか制服単なる制服じゃないですよね。違いますね。こういう位置そづけがあれってるからさカリスマ性があるとかさ安倍のあの演説みたいにみんなそうだそうだと思っちゃうそういうそういうのとどこが違うの？それからねこの神聖はね何も日本だけじゃないと思いますよ。僕なんか感じるのはねバルカン半島だってもう十分にあるしねいろいろ違った形でだから国付けの面だけで生きていけないっていうだけの話の場合はヒントは人々メキシコのアウスティンのナウア族のそこがヒントなんです。でその形態とヤマトの形態が非常に似てるんですね。だからアステカ族が勝手に入ってくるんですよね。だけどそこにちゃんとした文化があって、だけどその文化の神様を全部そのアステカが集約するんですよ。なるほど。それでケツアコアトルって神様の冠のところに共同体の神様を全部入れちゃうんですよ。天皇家と同じことやってる。それはねだからアジア的なあれなんですよ。ヨーロッパだってねカトリックはみんなそうですよ基本的にはカトリックのあれはだからさまざまなクリスマスなんだかんだってみんな入れちゃうわけでしょ。だからそうじゃないねメンタリティ持ってるのはねプロテスタントだけですよ。プロテスタントユダヤかな。それ以外はね非常にどっかこれと似てるところが。山本さんよろしいでしょうか。先ほどの方法論の議論をですねもう少し先に伸ばしてみたいんですけど、方法論議論というのはその神話にも方法論ということで古事記に対する解釈の方論なんですけど、吉本の共同幻想論に即して言うとこのテキストの主要な課題というのは共同幻想の形態を分析するために古事記と物語を取り上げると、そして形態分析があって一番最後の章で起源論でそれ国家の言えば起源、定義と言ってもいいでしょうけどもそれを出すわけですよね。そうすると今日の山本さんの出された古事記解釈の中で、国家の起源といった問題に関しては触れられてなかったと思うんですね。ですのでそこにですね話を広ましていきたいんですけども、今日の吉本さんのですね共同幻想論に関する特に古事記に対する山本さんの解釈から見た場合に共同幻想論に吉本の共同幻想論のこの起源論における国家の定義に関してはどういうその位置づけなんでしょう。僕そこはねこれからの再考なんですけど、僕にとって国家って近代国家しか存在しないんだよね。例えば戦国時代に国家があったなんて思えない。まして江戸幕府でそれを隠さなかったらできてると思えない。わかりました。これは非常に重要な問題国家概念っていうのなると思はうんですね。国家概念っていうのは僕は近代概念しかないと思うんです。今山本さんが言ったことはね、共同幻想論の中で吉本はその国家の概念っていうのは、集団が血縁関係を離脱した時の共同体が血縁の関係を離脱した時が国家っていう共同幻想というなってますよね。ということはそのことを認めないっていうか。じゃなくて、吉本さんはそこで国家としか言っちゃったことの間違いです。僕は共同幻想はそこにあるということを言えばいい。で共同幻想は国家じゃないということを自分で言ってて、この起源論で国家って言っちゃったんです。つまり吉本さんにとって国家概念が自分で否定してるんだから、共同幻想概念でそこを詰めればいい。吉本さんの中の国家概念っていうのは
国家っていうのは共同幻想の中の一つの形態でしかないみたいな。っていうことはそうじゃないんですよ。そうじゃない。違うんですよ。そうなんです違うんですよ。それは僕の対談の中で多分ちゃんと書いてあるんです。違うんです。だけど国家って言っちゃうんです。いやだから僕は国家的共同幻想という伝え方はそう。それは天皇家の天津神共同幻想と高丸共同幻想がスメラミコと共同幻想になった時に、国家的共同幻想の可能性をつかむ。でもそれが実現するのは明治近代国家。そこまで実現してない。日露制国家は全然国家じゃない。まあその点に関してね、僕はこの何ですか、三上さんの講義にね、こうまあ参加するようになって初めて吉本龍明なるものを読んだわけで、そうです。全然吉本さんとは関係ない世界で、そしていつもこの非常に疑問っていうかね、腑に落ちないことを感じる。その一つはね、例えば先ほど言われたような夏目漱石なんまあ一緒にポンと入った自己幻想のってものがね、これも随分言ったでしょ。それからこう国家っていうことに関してもね、そういうことがあるわけですよ。つまりステートでしょ、我々がイメージする国家はね。それはもうどこでもそうですけど、まさに16、17世紀そこで初めて成立した概念ですよ、ステートっていうのは。ギリシャの世界にはね、ステートっていう概念はないんですよ。で、政治学の中でこの民族とステートという概念がね、古典古代から引き継いでいない近代の新しい概念、ね、ヨーロッパでもそうなんです。そんなの日本だけね、ずっと昔にね、ちゃんとステートに当たる国家があって、それの基礎に共同幻想があるなんてことはね、全然腑に落ちない。だからあえて言うとですね、このスメラミコトっていう形で総括されるもの、公ですよね。公なりね、あるいは漢字で言えば社会というか社食というか、そういうものがこう成立するというもんだろうと思うんです。それから日本語の国家っていうのはステートの役になってるけど、あれはこの大法律令とかそういうものをちゃんと読めば分かるけどね、ステートっていうのは国の家なんですよ。天皇のことなんですよ。ステートイコール天皇なんです。個人なんですよ、天皇という。個人って言ったら近代的個人じゃないけど、そういうふうにはっきりそう書いてあるんですから、それをいわばステートの訳語に当てて、で国家という概念を使うようになったわけですから、それをまたこの国家っていう国の家ね、国の家じゃない家はいっぱいあるんだけど、国の家が天皇家になったわけです。それをまた何て言うんですか、こう近代的なものに訳語として使った上でまたこっち側に持ってきてっていうことをね、平気で吉本さんがやるっていうのはね、これ全然わからなかった。今日の話を聞くと全面的賛成とかなんとかっていうのはそちらの方を読んでみないとわからないけども、しかしこの自己幻想だとかそういう近代的なものを排除して幻想形態、神話形態、神話論としてずっとやっていくっていうのは非常に分かりいいですね、聞いていて。先ほどの山本さんの非常に重要な理論的な発言をもう少しですね伸ばしてみたいんですけど、今先ほどこうですよね、私はこう聞いたと思うんですね。吉本さんの共同幻想力起源論について山本さんの今回の古事記の解釈というのは一体そのどういう意義をしないのかっていうのをお聞きしたと思うんですね。そうすると山本さんは国家というのは、近代国家しか考えられないと。より歴史的に即すれば明治の、いわゆる国家、明治における近代国家形成、これであろうというふうに言われましたね。でこれは非常に重要な基本的発言だと思うんですね。で私も非常に強い意味でその点に関しては同意したい、私もそう思います。でその上で伸ばしてみたいんですけど、そうするといくつか問題ということもですね、いくつか問題ということというのは、先ほどの吉本の共同幻想論の起源論における国家のいわば定義、これ定義と言っていいと思うんですけど、定義、そのいわば
その社会教育っていうんですかね、可能性みたいなものを言い継がなきゃいけないと。でそこに関してはついにもう山本さんが言われましたよね。いやこれは単に共同元素の形成といういわゆるですよ、国家ではない共同元素の形成っていうなんか数字にとどめればいいと言われたと思うんですね。でここからいろんな問題が起こるんですけど、今日の論点に即していくと、こういう問題をどう考えるかっていうことが大事ですね。こういう問題はこうです。日本の明治維新1800年が起こって、そして1889年に大日本帝国憲法が発布されて、いわゆる天皇独裁の大日本帝国憲法体制の国民国家が作られた。これはいわゆる日本における近代国民国家の形成がですよね。でこれは1889年ですよね。とするとこの1868年っていうのは憲法の発表は政治革命を近代的な概念ですから政治革命をやって実行統治してるわけですよね。独裁権力が実際に経済社会構成を政治的に独裁で支配していると。しかし憲法はないと。そうすると先ほど言った近代国家の形成っていうのは日本でいうと1889年の大日本帝国憲法を制定して、そして天皇独裁の国民国家になった時ですよね。ではこの近代国民国家の議論と先ほどのいわば吉本の共同幻想論の起源論における共同幻想、つまり血縁的な共同性から離脱した、親族的な血縁的な共同性から離脱した共同幻想の水準とのこの関係を理論的にどういうふうに制せばいいか。そうしてると思いますよ。だからそのスメラミコト幻想過程が出来上がってくる古事記的な世界に相応する形で明治近代国家の国家編成がねなされていった。でもそれは近代の権力関係の中でなされるけども、本質的なことはすごく似てると思う。で実際に僕はこの中でも苦しめられる天皇って言うんだけど、全然統治なんかできてないんですよ。もうなんだっけ、この例えばね、慶光天皇じゃないや、有楽ね、有楽で古事記でどうなるかっていうと、そのイノシシが攻めてきた時に有楽天皇の木の上に逃げていっちゃうんですよ。ところが日本書紀では堂々と向かってイノシシを倒すんですよ。でその間にね、どうなっちゃうかっていうと、逃げたことによって歌った歌が、それが今度はその家来が逃げたそいつのせいにする。でそいつがその首切っちゃうの。それで有楽天皇が俺がどうぞって潜めるって、そういうふうに天皇の構図に仕上がっていくのね。でそういうプロセスを僕は明治期も取ったと思います。じゃあこういうことですね。整理すると私なんですね。古事記で、古事記が象徴している共同元素の形態のそれに即して言うと、国包が天包へ移行する。もちろんそれは天包によって国包が包摂されるという、こういうプロセスを共同元素の形態の移行として分析しているが、これと同じことが明治維新期によって1868年から1889年の過程に起こったということですね。というよりも僕の場合は明治憲法というような形は形式的確立であってね、その国家の要するにその実質的包摂っていうのは総動員法の戦争を経ないと不可能なんですよ。国民学校制度までいかないと。じゃあそこは形式的包摂と実質的包摂が分けるわけですね。で、そうすると大日本帝国憲法っていうのは形式的包摂の形式的包摂の確立と考えている。だから形式的包摂の確立として教育職のところまで行くんだけども、そこの過程の天皇制国家の構造は僕藤田正三さんの天皇制国家の方も見事に描いてると思うよ。問題はそこの実質化までいかないんですよだけで、実質的包摂となるのは国民学校の総動員体制が出来上がって初めて実質化できる。でそれを基盤にして戦後の産業化の構造は可能。これの今現時点における破綻です。
明治の時になんて大したことねえぞっていう世界に気がかってっちゃう。天皇絶対だぞって。つまり古事記の時は天皇が木の上に逃げちゃっても成り立ってたわけでしょ。古事記ね。だって国士舘の力の強さをきちんと古事記尊重してる。いやいや天つかみという状況に安村命という形までに持っていかないとダメっていうこと、その力としては。一元日本書紀的世界はね。日本書紀的一元世界はそこを持つ確立しないと。その古事記はそこまで行くなくても成り立つわけですよね。でそして我々の中の神聖っていうのはその古事記的神聖を持ってるって言いたい。いや正確に言うと日本に2つの設計原理がある、日本書紀的設計原理と古事記的設計原理、そして古事記的設計原理は近代を作った。古事記的設計いやごめん日本書紀的設計は近代を作った、でも古事記的設計は戦国時代に出現したというふうに僕は考えてる、それで古事記的その神聖は日本人にとってもっと日本書紀的なものよりも深いだろうっていう前提に立つ、我々がさっきおっしゃられた何気なく手を合わせてしまうというのは古事記的神聖だよね。いやもうぐちゃぐちゃになってる、もうぐちゃぐちゃになってる、だからだって神様って言ってるだけだもん、それで福島行ってさひざまずいたっていうのも古事記的神聖だよね。あれは天皇がもう、そういうの自分で自覚したんだ、でそういう形で日本書紀的神聖を裏打ちしないとダメだって言ってんじゃないの。ダメだよね。もう日本書紀的設計ではもう持たない、被災地的条件が持たないでしょ。でだけどそれだから古事記的神聖をその中で組み入れるような形にしないともう解体だっていうふうに考えてんじゃないの。つまりさっき資本かなんかがさいやだから天皇が自分を存続あるいは自分の存在意味をね表現するためには古事記的に表現するしかないっていうのを彼実感的に多分決意したんだよ、でそれは、おっしゃられた日本そのもののありようとしてもそういう形をしないと日本書紀的なあれではもうダメだっていう中でだから古事記的ことを主張されるんでしょ。だよね。でだからそれさっき東京でもそういうことが、っていうことをおっしゃったの、分かった。いやそこはね今度のあれで神社いろいろなその神社があるじゃないですか、ね、水爆で原発反対運動のね、ここがちょっとこうちっちゃなエッセイを書いたんだけど、本来はねその天皇的な洞察力が神社の中にあればね、デモは金曜デモとかその他の集会はね先頭に必ずいつもね何千何百のね神主さんだとかね巫女さんたちが立ってなきゃいけないんですよ本来が。それが自然なんですね。だけどねこれ戦後の日本多分明治維新の時であればね明治維新の時の牧泉だその他かなり神官たち活躍したでしょ、ああいう人たちであればね今度そういうことやったはずなんですよ、ところがこの戦後何十年の間にね全部この日本書紀的と言っていいのかどうか知らんけどこう官僚化された神社になっちゃって動けないと、だから代わって言ってみれば左翼がとにかく左翼の中に一応反権力でもって行動するというエネルギーがあるから、内容は全然左翼的じゃなくたってね、この反原発運動をここまでやるあれはだけどね言ってみれば神主さんたちが本来やるべきことを左翼がやってるということなんです。左翼は古事記的なのかね。だからそうじゃなく古事記的じゃないんだけどもある意味で利用主義的なところもあってね。だけどなんかこれ運動が起きなきゃいけない。最後は僕から言うとすごい初期的だよ。日本書紀的な得た伝統現象で。日本書紀的な党派的なやつは日本書紀的だけどだって金曜日こそこそ集まってくる人たちはだからそうだけどそれ用がないなんかいるでしょ。クリスタルの次元まで行ってないと思う。言ってないから選挙でだからこの神主さんが出てこないんだからね。
ってさっき言われたなんか言ったでしょ、ほら鳥居が残ってるんですよ。鳥が壊れちゃう。壊れててもう気にしないと。これはねやっぱり相当危機的なことですよ。あれおね、友達ができてよかった僕そこまでまたこの間の吉野さん中とかみたいなさ、年寄りがなんかこうなんか急にだってそういうことじゃないんだよ。もう本質的にね、そこね今掴まないとね、本当に日本ってダメよ。で俺学生にふっと聞いてみて、スワモンなんて知らないんだよ。まさかアマテラス知らないのか、知らないって言うんだ。これはだけどそれ間違いだよ。は鳥居という必要はないでしょ。いや僕はただそれショックだったの。それは分かる。もう鳥居がねボロボロにぶっ壊れて放置された状態ってね、すごいショックだったよ俺。なんだ俺はって持ち上げたけど動かねえ。俺はせめてなんとかって言うんだけど動かない。山本さん的にこれからの天津神のあり方みたいなのってどういうふうに考えられてるんですか。結局天皇制とか近代国家以外のあり方みたいな。いやそれはね、僕国津神の人たちの側がこういう天津神っていう像を作られていくことだと。天津神の像、国津神の方が作ると。でその時にあるところは天皇でね、天皇令を入れればいいというし、あるところは天皇令がいらないというだろうし、それは僕多様だっていいと思う。多様でいいと。岩佐誠さんじゃダメかね。岩佐誠さんじゃ。国津神的ワンスが集まってさ。ちょっと別な言い方すると、過去のこういう歌なんかもそうなんですけどね、本庄正太郎さんというのが三味線でやってるんだけどね、国津神音楽だ。だからあれあるんだ。本庄正太郎、あれ本庄なんとか太郎、周太郎周太郎ですよね。国津神音楽なんだよ。それでね、だから今僕ちょっと雨が降ってこないといけなかったんですけど、高千穂のだから夜神楽ね、あれ完全に国津神ですよ。だって神様だって出てきちゃう。天照も出てきちゃう。天津神の論理からそんな存在しないからね。でもそれが今の我々がそれを聞いてね、ぐっと引きつける力がなければダメなわけでしょ。だから見てみたい。本当にそうなの。山本さん的には吉本さんのアフリカ的段階っていうのはどういうふうに考えられてるんですか。その前ですね。前。この世界の前ですね。前。それ日本ではあまり問題にならないと思う。それならないと思う。ないもん。だからああいうのがその動きになってるかというと、ちょっと分かんないですけどね。ただ僕が実感したアイヌモシュリのその人たちの動き見てても、我々よりも電子機械よく知ってたからさ。これは別にいいんだだからって。国津神的なものはそこまでのパワーあるのかなっていうのは逆に思ったけどね。結局分かんない。吉本さんの中でやっぱアフリカ的ってやっぱある段階で出てきた。だからそこら辺のこの見直しのところだと思いますよ。だからそこから先分かんないっていうところ。だからそれがむしろ心的現象論の方の問題領域ですよ。吉本さんってそういう点でなんか分かんないことを勝手に言っちゃうとこあるんじゃない？アフリカ的なんてご存知ないんじゃないかな。知らないこと言わなきゃいいんだよ。いや一つのイメージでだから。イメージでもね。自分の中のイメージで。いやそれはいいけどさ。よろしいですか。アカデミズムからは先ほどの議論に戻してですね、どうでしょう、今の先ほどの議論に戻すとなると、その古事記のその国津神、天津神への移行の共同幻想の移行形態、これがいわば先ほど言ったその近代国家、日本における368年の明治維新から389年の大日本帝国憲法制定、そして1941年の国民学校に至る移行のその共同幻想の移行形態、近代国民国家の形成、
共同幻想を移行形態して捉えることができるというふうにそういう示しましたが、どうなんでしょう、これ一つの弱い話をして話を前進したいんですけど、共同幻想論の起源論におけるこの起源の定義というのは共同幻想論全体の構成からいけば古事記の解釈を踏まえて国津神から天津神に移行するその形態を踏まえた上で起源論における国家の定義を行っていると読むこともできる。でという読み方を僕は吉本さんに対しては僕はしないよね。とするとね、別の言い方すると要するに国家論自体は吉本さんないの。僕から言うと国家論はもっとちゃんと世界的にきちんと出てますよね。この視点を触れていく。そこまではもう強く言うわけですね。国家論がないということ。つまり共同幻想論というテキストに関する評価付けとしてこれは国家論としては理論的な構成としてはできていないということですね。というよりも国家論よりももっと本質的な共同幻想論の方が僕は活用性があるというふうに思います。社会成立論っていうわけにいかないの。僕の場合社会っていうのがもうそれも社会契約論をはじめとして生成されてきたものだっていう前提があって、その社会っていう概念も近代国家よりも古い概念なんですよね。古い概念なんだけどその社会っていう形で生成されたことそれ自体を問い返す場所論なんですよね。だからここから共同幻想論から国家をイメージするよりもまだ社会の成立をイメージした方がこれに通じる。というのは日本書紀的芦原中津国は社会の現象に通底していくと思うんですよね。これがあったから社会が生まれてきた。それからその国ぶりっていう言葉ですよね、具体的に。これはあれですか、国ぶりっていうのは漢字で書くと国風とかですね、それから風俗もそうですね。だからいろんなのがその国ぶりっていう振り仮名になってるっていうあれで、それでここのところは僕は坪井養分さんの整理が一番納得いくんですよね。それから折口信の国ぶりなんですよね。で折口信だと国ぶり論は東歌になってる。そうですね、平安時代のね、この雅楽でこう大和歌っていうのはこうまた別にこう分けるわけですね。雅楽領の中で特別な地位を置くわけですよ。この邦楽だとか高麗楽なんかじゃなくてね。でそれは国ぶりなんですね。でもそれもね、なんかその平安時代に国ぶりっていう概念の変容が起きてきて、でそれが僕が理解してる限りでは東歌の中でなんていうのかな、こうかろうじて存続してたみたいなね。だから要するに東っていうのは東国の人じゃなくて、要するに古事記的に言うとすさぶる人、松戸和の人たちなんですよね。その人たちの歌としてあったと。だから国ぶりという一つのこう玉繰りのその儀礼的儀式的な神聖があって、それが国ぶりの文化という形でこう作り上げられてきたと。でその時にこの、日本書紀的教養っていうのは、中国でも国家論の方なんでしょうけども、司教なんかだったらね、国ぶり国風ですよね。それはこの古事記の方に生きてるわけですかね。古事記の作者っていうか描いた人たちが中国の教養と全く無縁ではなくて、その国ぶりっていうイメージが司教的なイメージがあったんですかね。僕がですね、もう一つここで方法的に自分で禁じたのは、その朝鮮語の系統があるとか、統計の系統があるとか、いろんなことがあるじゃないですか。で
それはもうあったろうと。うんだけどそのあったものここは日本それ自体のものとしてここで出来上がってたんだっていう前提に立たないと、うんなんかそこへ全部こう解明していっちゃうとね、もう要するに何も日本にないっていう話になって、そっちが全部優位になっちゃうんですよね。そういうことね。だからそれはなんとか避けたいなっていう感じでいるんですけどね。だからといってここに閉じた日本の国があるってわけじゃないんですけどね。すごい難しいところですよね。古事記の場合には一応閉じた日本じゃないけども、古事記に書かれてることは中国的な教養とは別の世界として固有のものとして作られた、作られてると想定してしたい一貫してやると。で日本書紀の方はまた別に一貫してやるということですね。で逆に言うと僕古事記の神話論がきちんとすると世界の神話論のダイナミックな変形にいくと思うんですよ、そのぐらいの力を古事記持ってると、だからレヴィストロースがなんか古事記神話すごいって一言言って、で梅沢武司がなんかレヴィストロースも言ってるんだって、僕からしたら皆さんあんたの方がこれレヴィストロース分かってるでしょって言いたいけど、そういうふうになっちゃうじゃないですか。そうだね。でもなんで今聞いててなんで古事記が閉じられたものとね、もちろん想定してっていうのは分かるんだけ閉じど、られてはいるわけじゃない、想定してっていうのは分かるけど、普遍性を持ってそれは中身からそう思えるっていうこと。アジア的な普遍性、でも考えるんやったらそのアジア的だね。いろんなのみんなどんどん入ってるに決まってるからヨーロッパ的でもあるよ。いやそれが現世的なものだなるとさ、勝手にイメージはしてるっていういやだから話だけでしょ。本当にね比較神話をきちんとやるんだったら、まさにギリシャ神話ね、それからその古事記神話、メキシコのナウア神話、それからそこのケルト神話とかね、これの普遍性をきちんと考えるべきなのに、みんな何やってるかって類似しかやってない、これが類似してる、これが類似してる、これが類似してる、でこの山里君のバナナ信仰だとかインドネシアになったとか、そんなことじゃ類似なんてどこでもあるんですよ。それをちゃんとある普遍の神話の人間の本質的なものとして描くっていうことをやらなきゃいけない。その時初めて古事記開かれてる。日本書紀的なものはローマ神話ですよ、僕からです。古事記的なものはギリシャ神話。神話ってみんなそういうなんていうかね、だからメキシコとナウア神話は古事記的、アステカ神話は日本書紀的。だからなんかそういう普遍があるんだと思う。そこはだって僕のテリトリーじゃないよ。素人がここまでいっぱいやって頑張ってんだ。いや見ただけですごいなと思うけど。素人が。確かにね、イギリスだってね、っていうこの去年ブードゥーっていうかこれずっと昔のやつがあったんじゃない。あれが復活してんだから。何昔のブードゥー教かな。ああいうねキリスト教遺伝のねイギリスにキリスト教が入る前にあったものがね復活してんだからやっぱり残ってんどっかに。石森さん何かあります？いえ。何かあります？いや大丈夫。島さんあります？そうですか。山本さん不動機論はやられるんですか？一応不動機は踏まえましたけれども、なんか違うんだよね。ただ出雲の国引きっていうのは面白いですけどね、引っ張ってきた。あんまりあと土雲は古事記の方からです。それは馬場明さんがやってたんで。でもかなりな線来たでしょこれ。この説明を聞く限りはねそれはもう吉本龍明さんの本を読んだ時に感じたようなフラストレーションはないね。ああよかった。言わさせてきた。ということでもう時間が21時18分になりましたので。何かあれば言ってください。
りがとうございました。ここでちょっと付け加えて、この天の岩船を降りてたんだけどね、これがさ、天の岩船っていうスペースシャトルかとかそういう説明の仕方するんだよ。これはめちゃくちゃだよ。お前ら本当に空飛んでたと思ってるのかっていうか、幻想でしょ、幻想でしょ。今度27日ですよね。あ、そうですね。はい。今度